通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アカデミー賞からの話題になります。先日ですね、2026年アカデミー賞授賞式が開催されました。まあここでもですね、いつものように色々ありましたよ。お目覚め方面からね、この後の会場があまりにも汚いなんていうのもね、話題になっておりましたが、本日はね、作品賞何が取ったのかなどなど含めまして、様々な騒動を中心に詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、もうすでに見えてしまっておりますが、皆さん、アカデミー賞ご覧になりましたか？今回はですね、僕た的にはね、かなり嬉しい。ホラー映画がね、非常にフォーカスされた投資となりました。それ以外にもですね、様々な騒動ありました。K-POP 関連でも色々ありましたね。これはね、かなり炎上したようですが、そのあたりを含めてね、本日はまとめて見ていきたいと思います。まずは、ね、皆さん一番気になるのが、最優秀作品賞でしょ？これ何が取ったのか、もうすでに見えてしまっているような気がしなくもないですが、まず大前提としてね、こちらおさらいしていきましょうよ。これはですね、オスカーの公式になりますが、このね、アカデミー賞の作品賞というのは、これオスカーね、どっちも同じことです。厳格にですね、そこに選考されるための基準というのが設けられています。こちらね、代表性と包括性とありますね。この基準なんですね。で、これはね、一体何なのかと言いますと、かなりね、長い基準なんですが、いろいろあるでしょ。これね、ざっとどういうものか説明しますと、まずね、大枠の基準というのが4つ存在します。まずね、基準 A というのがこちらで、スクリーン上の代表性。テーマ、物語。これは主演または主要な助演に人種や民族的マイノリティを入れてくださいね。つまりここに黒人やアジア人、ヒスパニックとか先住民とかね、これを入れてくださいね。これが基準 A です。そしてね、こちらになりますが、基準 B ですね。これはクリエイティブ責任者と制作チーム。つまり裏方のスタッフですね。ここに女性や人種的マイノリティ、LGBTQ や障害者を入れてくださいね。そしてこの下ですね。基準 C、業界へのアクセスということなんですが、これは見習い制度や技能研修。こちらも同じですね。女性や人種的、民族的マイノリティ、LGBTQ や障害者に対して、こういった制度を提供してください。そして最後ですね。基準 D というのがありまして、観客の開拓。これはね、候補や配給チーム。ここに人種的、民族的マイノリティを入れてくださいね。これね、本当はね、もっともっと細かいんですが、ちょっと今ざっと見ました。このように大枠の4つの基準というのがありまして、このアカデミー賞の作品賞に入るためには、このうちの2つの基準を満たさないといけないと。こういうことになっています。ただね、これだけ聞くとね、もうほんと無理ゲーのような気もしてしまいますが、先ほどありました、こちらですね。はい。基準 C ってあるでしょ？つまり、業界へのアクセスを提供してください。これって、作品というよりは、スタジオの役割ですよね。つまり、スタジオがこれらをね、提供するシステムというのを持っているのであれば、あとはね、もう一個の基準を満たせばいいだけで、例えば、プロデューサーに女性を入れるとかね。最近ね、監督やプロデューサー、どっちかに女性が入ってるってよくあるじゃないですか。これで、大手のスタジオであれば、条件を満たすことができるので、あとはね、好きに作れるということになります。そして、これらの基準を満たし、今回作品賞受賞しましたのが、こちらです。ワンバトルアフターナザー。ね、レオナルド・ディカプリオ主演ですよ。これが取ることになりました。オスカー2026年受賞一覧。罪人たちとワンバトルアフターナザーが賞をスウィープ。ということで、こちらですね。スウィープとあります。こちらが本日のキーワードになります。Sweep。こちらね、様々な意味があるんですが、今回ね、こちらになります。すべての部門を勝ち取る、または非常に簡単に勝つこと。ということで、こちらのね、sweep というのは、総なめにするという意味になります。これもともとね、掃き掃除のね、吐くという意味になるんですが、なんて言うんでしょう、ニュアンス的には、すべてをね、ガサーッと吐く。このイメージですね。もう全部取っちゃう。そしてここから転じて、総なめにすると。このようにして使われます。ということで、こちらは、オスカー2026受賞一覧。罪人たちとワンバトルアフターアナザーが賞を総なめに。ということで、こちらね、ロイターになりますが、受賞作一覧というのがね、書かれているんですが、はい、ここですね。最優秀作品賞。ワンバトルアフターアナザーが取ることになりました。これどうですか皆さん、ご覧になりましたか？見てないでしょ知ってますよ、プクタ。見てないでしょ？ Thank you 先生。Thank you 先生。見てないでしょ？ Thank you, sensei. Thank you, sensei. Thank you. というのもですね、このワンバトルアフターナザー。こちらね、ボックスオフィスになりますが、ワールドワイドね、トータルが約2億ドルです。つまり約1白雪姫ですね。ちなみにね、バジェットが1億3000万ドルから1億7500万ドルと、このように報じられておりますので、これね、大惨事になってしまったんですね。ロッテントマトの評価では、特に批評家票は、ほら、すごい高いでしょ。特に批評家高いんですね。90% 超えと。オーディエンスがね、このくらい。でもすごい高評価ですよね。なんですがこれ、ボックスオフィスね、散々でした。
ちなみにね、バラエティは概算でね、だいたい1億ドルぐらいの赤字になるだろうと、このように伝えています。常にね、赤字額を過小評価しているバラエティで1億ドルと言ってますから、実際はそれ以上いく可能性はかなり高いんじゃないかなと思います。で、この作品に関してはですね、こちら BBC2025 年の記事です。もうある程度ね、これ予言してまして、今年最も高く評価された映画はなぜ大こけしたのか。ということで、この記事ね、すごく面白くって、この映画はアベンジャーズのような興行収入を出すことはないかもしれないが、オスカーにノミネートされれば長く評価され続ける作品として再上映、ブルーレイの販売、配信、テレビ放送などから大きな追加収入を得ることができるだろう。ということでね、この作品というのは興行収入でね、大きな収入というのは上げないかもしれないけども、賞レースには強くスタジオの評判を上げて、その賞を受賞することで、なんだかんだね、ある程度回収していくんじゃないかと、このようにすでに去年の時点で言われていました。そんな作品なんですね。そして今回晴れて最優秀作品賞を受賞するということになりました。じゃあそれ以外のね、騒動を見ていきますが、じゃあまずね、お目覚め方面から見ていきますか。はい、見えてますね、この人。もうね、これ系の話題ではすっかり常連となりました。ハビエル・バルデム。今やハリウッドでもね、屈指のお目覚め俳優として、その名を轟かせておりますが、今回もですね、またね、いろいろお気持ちを表明したようです。ハビエル・バルデムが中東の戦争に抗議するため、アメリカによって行われた戦争に反対するバッジを授賞式で身につけたのは今回が初めてではない。これは2003年のイラク戦争の時に使ったピンです。あれは違法な戦争でした。とバルデムはレッドカーペットで記者に語った。そして23年後の今、私たちはまた別の違法な戦争の中にいます。トランプとネタニヤフが別の嘘によって作り出した戦争です。そしてね、トランプ批判をしたのはこの人だけではありませんでした。はい、こちら、おなじみですね。トランプ芸人としてすっかりおなじみになりました。ジミー・キンメルですね。この人はですね、トランプを叩くことによってね、生計を立てているという、一応ね、コメディアンということのようですが、現在はね、もう完全に左翼の活動家ですね。この人はね、ほんとすごいですよ。今回ね、モノローグに出演しまして、ジミー・キンメルはアカデミー賞の授賞式の中で、ドナルド・トランプとその妻、メラニアの両方を激しく皮肉った。で、どうやらですね、彼はこれだけではね、気が済まなかったらしく、その後のね、バラエティのインタビューも受けているんですが、こちらですね。とにかくね、この人アメリカが嫌いで仕方がないんですね。ずっとですね、自国の批判をしているというようなことで、皆さんこれがですね、アメリカのコメディアンだそうで、こういうのもね、笑えるジョークに昇華してこそのコメディアンだと思うんですが、こちらもね、当然ですが、保守が反発しておりまして、ネットでね、バチバチやっているというような状況になっています。ジミー・キンメルはアメリカを馬鹿げた国と呼び、疲れ果てていると語った。もちろん疲れてますよ。馬鹿げています。私たちは馬鹿げた国に住んでいるんです。彼が反米的で、ここね、TBS。トランプ、錯乱症候群的なくだらないことをまき散らすのを聞くのにはもううんざりだ。反米のクソ野郎。トランプがいなくなって世界がこれまでと同じままだった時、こいつらは2年後に何を話すつもりなんだろう。ね、彼の存在意義というのはトランプの存在に全てかかってますから、その運命はね、トランプと一心同体という、これも皮肉な話ですよね。これね、ピンとこない方は日本に置き換えるとね、わかりやすいんじゃないかなと思います。日本のお笑い芸人が日本アカデミー賞で喋ることになって、その中でね、いや、高市がさ、とか、あいつの夫がまたどうしようもない人間でね、とか、ずっとこんな話をしてて、で、裏に行ってインタビューを受ければ、もう本当に日本なんてどうしようもないんですよ。ひどい国なんですよ、ここは、なんて言ってるわけですよ。そう考えるとやばいでしょ。ただこれ日本だと成立しないと思いますが、アメリカだとね、これでちゃんとマネタイズできてる。これもまた面白いですよね。さあ、それではお次こちらですね。プクタも大好き、ホラー映画からいきましょうか。今回ですね、主演男優賞。シナーズから、罪人たちですか。からマイケル・ B ・ジョーダンが撮りました。でね、マイケル・ B ・ジョーダンいいですね。このスピーチもほんとよくって、関係者にね、ひたすら感謝を述べるという素晴らしいスピーチでしたよ、これ。これが見たかったというね、ハビエル・バルデムとは違いますよ。マイケル・ B ・ジョーダンね、本当にね、素晴らしいスピーチでした。そしてですよ、皆さん。ね、この後、オスカーを持ったままですね、プクタも大好き、インアンドアウト。これね、イネナウトと言いますが、このね、ハンバーガー屋さんに行きまして、ハンバーガー食べました。ね、言ったでしょ、ここね、美味しいんだ。いや、ほんとね、皆さん、カリフォルニアに行きましたら、行ってください、ここ。これもね、大変話題になりました。ね。この笑顔ですから、もうこの時もですね、店内大盛り上がりで、当たり前ですよね。マイケル・ B ・ジョーダンがいるんですから。オスカー持って。こちらもね、大変話題になりました。プクタね、ちょっとこのシナーズはあまりハマらなかったんですが、これはね、ほんと素晴らしい受賞だと思います。そして、ホラー映画からですよ、なんと今回、こちらです。ウェポンズから、
こちら、エイミー・マディガンが最優秀助演女優賞を受賞しました。なんとですね、彼女にとっても、これ約40年ぶりの受賞だったということで、すごいですよ。皆さんこの方ご存知ですか？おそらくね、すごく有名になったのは、フィールド・オブ・ドリームスのね、ケビン・コスナーの奥さん役です。あの人ですね。で、ブクタね、もう同じくこれ、ホラー映画って言っていいんですかね。アクションホラーでしたっけ？ザ・ハント。これね、2020年の映画ですが、ブクタこれ大好きでして、これぜひね、皆さんご覧になってください。一時期ね、トランプがこれを批判したということで、公開中止になったんですよね。延期でしたっけ？そんな騒動もありまして、当時ね、大変話題になりましたが、これめちゃくちゃ面白いんですよ。ここにもね、エイミー・マディガン出ておりまして、とにかく作品選びが素晴らしい。今回ですね、ホラー映画から、エイミー・マディガン40年ぶりの受賞。このようになりました。で、この時に演じているのがね、先ほどもありましたが、こちらのね、グラディスというキャラクターで、この見た目がね、非常にインパクトがあるものですから、グラディスおばさんおめでとうということで、これね、様々なミームが投下されました。見てください、これ。スケアリームービー。これ最終絶叫計画でしたっけ？日本でね。この公式ですね。ここね、グラディスおばさんと。そしてこれだけじゃありません。こちらですね。ウェンディーズ公式。このウェンディーズ風のグラディスおばさんの T シャツデザインですね。こんなのも投下していると。こういった状況になりました。はい、そしてお次こちらですね。今回ですね、最優秀長編アニメ。ディズニーからはね、エリオやズートピア2がノミネートされていたんですが、これはね、誰もが予想しておりました。K-POP デーモンハンターズが受賞することになりました。するとですね、このスピーチで、2つの出来事があったんですね。まず1つ目。このね、K-POP デーモンハンターズ、主題歌もね、今回受賞しているんですが、そのスピーチで、まだ喋ってるにもかかわらず、強制的にこれ、終了されてしまうんですね。そしてこれがね、あまりにもひどいんじゃないかということで、結構な炎上しました。K-POP デーモンハンターズのファンは、同作の楽曲、ゴールデンがアカデミー賞を受賞した後、作曲者たちのスピーチが途中で打ち切られたことにオンライン上で激怒した。私生活や映画制作に関わった多くの人々への感謝を述べた後、他に誰かいると尋ねると、その後、リーがマイクに近づき誰かに感謝を伝えようとしたが、観客がそれが誰なのかを知る前に終了を知らせる音楽が流れ始め、彼の声はかき消されてしまった。ということでこれに関してはこのようにね、このファンたちがね、激起こしたという形になりまして、で、その後ですね、このオスカー別にね、機会を設けまして、このスピーチをね、最後まで終わらせてあげたと。こういうことになったようですね。で、この K-POP デーモンハンターズに関しては、スピーチ関連でもう一つありまして、こちらですね、K-POP デーモンハンターズの共同監督、この方、マギー・カンと言うんですが、この受賞スピーチの中でね、こういった形でね、韓国人というのが表現されるまで、長い時間がかかってしまい申し訳ございませんでしたと、このように謝罪するんですね。そしてついにこれが実現したんです。この賞は韓国人のためのものなんです。このようなスピーチをして、これがね、非常に自意識過剰的に見えてしまったんですね。で、お前は何を背負ったつもりでいるんだよということで、これね、今めちゃくちゃ叩かれてます。2020年にはパラサイトが受賞しているのに何を言ってるんだ。こんなに時間がかかってごめんなさいという言い方こそ、まさに民族的ナルシズムの典型だ。賞賛や栄誉は努力して勝ち取るものなのに、それを当然のように受け取るべきだと考える態度こそが、私たちを少数派への迎合にうんざりさせているんだ。そして一応ね、こちらの方は、これはね、韓国の長編アニメ映画のことを言っているので、間違ったこと言ってないよと、このように言っていますね。なんですが、このリプランではね、そもそもこの K-POP デーモンハンターズというのが、全然韓国っぽくないじゃんとか、どこまで被害者ぶれば気が済むのか、等々ですね。めちゃくちゃ批判されているという状況になっています。はい、そして最後ですね、こちらね、ちょっと長くなってしまっているような気もしますが、こちらね、日本でも大変話題になったんじゃないでしょうか。今回ね、この授賞式が開催されました、ドルビーシアター。その後の光景というのがね、こちら、あまりにも汚いということで、大変話題になりました。つまりね、口では意識の高いこと言ってるけども、そもそもこんな奴らの言うことを聞く必要があるんですか？このように言われてしまってるんですね。で、一応ね、この方がエンタメ系のね、サイトを運営している方なんですが、12万人ほどフォロワーおりまして、今回のオスカーの件もね、ずっとレポートしてるんですね。で、この方が、ここでね、ポストしているので、他の方もね、ポストしているんですが、ほら、こういった写真って AI とか、実は過去の写真だったってありがちでしょ。一応ね、こういった方がポストしているというような写真になっています。金持ちが自分たちのゴミを貧乏人に残していく。私にいい人間とはどうあるべきかを説教してくる連中は、清掃スタッフへの配慮なんて全くなく、豚のように振る舞っているということか。なるほどね。つまりは、オスカーの出席者なんて、普通の人と何も変わらないということだ。エリートのセレブは豚だ。この偽善を見てみろ。地球を救えだって。ふざけるな。才能なんて呼ばれている、あの大げさなメディア装置が残していったのは、ゴミと汚れだけだ。なんて豚どもだ。というような形でこの写真はね、日本でも大変話題になっておりますが、現在ですね、この写真がセレブたちの偽善を表す写真として、様々なところでね、拡散されていると、そんな状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日開催されましたアカデミー賞の授賞式。
その受賞作品や様々な騒動をまとめてみてまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、今年もね、いろいろありましたね。しっかりね、お目覚めになられてる方もいましたし、スピーチでの騒動などなど、いろいろありましたよ。ブクタ的にはね、やっぱり、今年はね、ホラーが大活躍したということで、これは嬉しいですね。今回紹介した中ですと、罪人たちですか。これは配信で普通に見れるんですかね。レンタルではなくてね。これプロットがね、タランティーノとジョージ・クルーニーが主演しております。フロムダスク・ティル・ドンあるでしょ。あれなんですよね。で、プクタはね、これが大好きなんで、その上でこれだけ賞レースを席巻してるって、どういうことだということで、めちゃくちゃハードル高くね、見てしまったので、いまいち乗れなかったんですが、ちょっとね、一番盛り上がる部分、もうちょっとしっかりしてほしかったなと思ってね、音楽は良かったですが、いまいち乗れなかったんですよね。皆さんどうでした？一般的にはね、非常に評価が高いということで、ぜひね、ご覧になってみてください。そしてね、今回いろいろあった騒動、皆さんはどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。